この動画は日東電工株式会社の提供でお送りします。こんにちは。今日はこちらの曲げセンサーについて解説していきます。曲げセンサーと言いますと、あまり使ったことのない人が多いんじゃないかと思います。曲げセンサー自体がセンサーの中でもあまりメジャーなものではないのですが、こういったセンサー自体がどういった動作原理で動いているのか、そしてどのようなところで使われているのかというのを解説していきます。今日はこちらの2種類のセンサーを用意しました。一つは抵抗式、もう一つは静電容量式です。抵抗式のセンサーなんですけど、こういった曲げるところに使われるセンサーですと、動作原理的にも一番わかりやすいかなと思います。動作原理を簡単に説明すると、これを曲げることで抵抗値が変わるんですね。その抵抗値の変化を読み取って曲がった角度に変換します。もうちょっと変わった曲げセンサーもありまして、静電容量を測定することで曲げ角度を測るというものです。どうなっているかというと、実はこれ自体がキャパシターのようになっていて、静電容量を測ってそれを角度に変換するというものです。後で詳しく解説はしていくんですけども、こんな感じでなんか平行平板キャパシターみたいな構造をしていますね。ちなみにこちらのセンサーについては日東からぜひ紹介してほしいということで提供いただいてます。曲げセンサーなんで曲がる角度だけを測るのかと思いきや、こんな風な二軸の曲げであったり、あとはセンサー自体がかなり柔らかいので、こういった伸びの方向についても検出できます。確かに静電容量なんで伸びの方向とかも色々できそうですよね。ちなみにこちらの静電容量式の曲げセンサーについてはプレゼント企画も用意してありますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ではそれぞれのセンサーについて解説していきます。まず曲げセンサーって意外と使いどころ難しかったりするんですよね。曲げセンサーなんですけども、基本的にこういう風に柔軟性があって、こんな感じですね。フレキシブルなセンサーであることが多いです。なので基本的には高精度なものをかっちり測るっていうよりかは、何か柔らかいものに取り付けたり貼り付けたりして、どれくらい曲がったかというのを見ることが多いかと思います。よく使われるところとしては、ウェアラブルデバイスとか、ロボットの関節とかリンクの曲がり具合を見たりとか、あとはモーションキャプチャーとか、そのあたりですかね。曲がりを見ていくわけなんですけども、どれくらい曲がっているところを見るかによって使うセンサーの種類も変わってきます。例えばロボットの関節の曲がり具合を見るときですね。これについては曲がりというよりかは角度といった方が良いです。そういった場合は曲がりを検出するのではなくて、より高精度に角度を検出できるエンコーダーを使おうという風になります。ただロボットってかなりかっちりしているので、そういったエンコーダーとか使えるんですけど、人間の関節とかですね、あんまかっちりしてないですよね。こんな感じでふにゃふにゃってしてるんで、こういった角度をエンコーダーで測ろうとすると、ちょっと固定の方法が難しかったりするので、より多様な取り付け方に対応したフレキシブルセンサーを使うこともあるかと思います。もちろんロボットアームとかみたいなかっちりしているところにも使うとは思うんですけども、それよりかはあまりかっちりしていないものにですね、こういったフレキシブルセンサーを使うと良いのかなと思います。皆さんですね、こういった柔らかい曲げセンサーをですね、どういったところに使うと面白いのかっていうのをですね、何か考えがありましたらぜひコメントしてみてください。書いていただいた方にはですね、私の方からもぜひハートマーク付けさせてもらいます。ここからは抵抗式、静電容量式、各方式の動作原理を確認しつつ実物を見ていきたいと思います。まずは抵抗式から見ていきます。抵抗式の説明をするのに一番わかりやすいのがこういった金属導線を使った例です。この導線があるんですけども、この導線をですね、こういう風に伸ばすっていうか引っ張ると抵抗値がどういう風になるかっていうことをですね、それを実際にこの抵抗計を使ってお見せします。ちょっと細くて見えにくいんですけども、今この導線の抵抗値を測定しています。0.453 オーム程度です。ではこの導線を引っ張ってみるとどうなるのか見ていきます。この抵抗値とそのグラフを見ていてください。せーの。はい。抵抗値がこのように増えていますね。さらに引っ張っていきます。こんな感じで。抵抗値も 0.5 オームを超えました。さらに引っ張って今切れてしまいました。先ほど何をしていたかというと、この金属線を両方から引っ張りました。そうすると金属が伸びるんですね。伸びるということは、元々あった太さがですね、細くなります。細くなるということは抵抗値が増えるということですね。先ほどの実験結果でもやはり引っ張っていくと抵抗値は大きくなっていました。この伸びるときに断面積が減って抵抗値が増える。その変化を曲げとして読み取るのが抵抗式の曲げセンサーです。
今はですね、金属線で説明していたんですけど、金属の線って思いっきり引っ張ったり、曲げたりしていくとですね、組成変形して元の形に戻らなくなってしまうんですね。曲げセンサーを使う場面を考えてみると、まっすぐにしたり曲げたり、まっすぐにしたり曲げたりというこの動作をですね、何千回も繰り返すことが多いと思います。なので、今回見ていくような180度近く曲げていくような抵抗式の曲げセンサーですと、金属を使わないで高分子の中に抵抗体を混ぜ込んで、それをセンサーとして使っていることが多いようです。実際の抵抗式の曲げセンサーですけども、こちらです。これは秋月電子通商で売っていた抵抗式の曲げセンサーです。こちらの面に抵抗体が塗ってあって、センサーが曲がると抵抗体も伸びて抵抗値が大きくなります。この抵抗値の変化イコール曲がったとして読み取るわけです。実際に曲げてみるとこんな感じです。このように曲げていくと抵抗値がどんどん増えていきますね。最初 20kΩ くらいだったものが 100kΩ くらいになっています。まっすぐにしていくとこんな感じで抵抗値は 20kΩ に戻りました。こんな感じですね。この抵抗式の曲げセンサーは表面に塗ってある抵抗体が伸びるように曲げると、この抵抗体の断面積が減って抵抗値は大きくなります。その抵抗値の変化を曲がったというふうに見ているわけです。こういった抵抗式のセンサーを使っているときに一番気になるのが温度特性ですね。抵抗体には温度係数の低いものが使われているとは思うんですけども、やっぱり温度に対しては一定の変化はあります。このあたりは使用時に抵抗体の温度を測定しながらリアルタイムで補正する必要はありますね。これは抵抗式に限った話ではないんですけども、角度に対する抵抗値の線形性なんかも使う前によく考える必要はありますね。曲がった時の角度に対してリニアに抵抗値が変わってくれると割と嬉しいかなと思います。このあたりも事前に特性を測ってキャリブレーションしながら使う必要はあるかなと思います。あとは使うセンサーにもよるんですけども、センサーを曲げる方向によっても特性が変わります。このセンサーの場合、抵抗体が伸びるように使うのが正しい使い方です。逆方向に曲げるとどうなるかというと、このように抵抗値は一応減ってはいくんですけども、微小にしか減っていかないので、この抵抗式のセンサーは抵抗体が伸びる方向にしか使えないセンサーとなります。縮む方向には使えないんですね。こちらの一方向にしか使えないという問題は、両面に抵抗体を塗れば解決はできます。ここまで抵抗式を見てきましたが、抵抗式のメリットというのはやはり使うのが簡単なことだと思います。ここに何か適当な電流を流しておいて、曲げセンサーの両端の電圧を監視しておけば、センサーがどういう風に曲がったっていうのがわかるわけですから。ということで、ここまでが抵抗式の紹介でした。ここからは静電容量式に入っていきます。こちらです。これは日東の製品ですね。ただ日東的には曲げセンサーではなくてフレキシブルセンサーと呼んでいます。実はですね、曲げ方向だけではなくて伸び方向の測定もできるので、そう呼んでいるのかなと思います。ちなみにこちらのフレキシブルセンサーの想定している用途なんですけども、例えばこんな感じのものがあります。主に人に使うものと産業向けですね。例えば人に使う場合ですと関節角度の計測することがあります。リハビリとかスポーツとかトレーニングの時に使うことを想定もできます。それ以外ですと例えば VR グローブにセンサーを使って指の動きを検知したりとか、そういったことです。産業とかインフラ向けですと、例えばモバイル家電製品の曲げ伸び検知とか、自動車ボディの歪みの検知とか、そのあたりですね。他には産業用ロボットの動作モニタリングであったり、橋、ビル、トンネル、これは主にインフラですね。そういったところで歪みを検知したり、そういったところで使うことを想定してます。とりあえずこんな感じで書いたんですけども、ここに書いていないだけでまだ見つかっていない応用先っていうのはたくさんあります。静電容量式のセンサーって実は色々なところに使われています。例えばタッチセンサーとか水位センサーとか、そんなところで使われることもありますね。今回はどうかというと、曲げることによる静電容量の変化を読み取っています。それでは静電容量式の動作原理を解説していきます。基本的には平行平板キャパシタと同じ原理です。このキャパシタの静電容量はこちらの式で表されます。今回はこの2つの電極の距離の D が重要になってきます。この距離の D が縮まると静電容量は大きくなりますし、D が開くと静電容量は小さくなります。今回の場合ですと、センサーを曲げると電極間の距離が小さくなるように設計されています。つまり静電容量は大きくなるわけです。これをですね、実際にモデルを使ってデモンストレーションします。
こんな感じで原理の説明をする平行平板の模型を用意しました。今回は平行平板の間にスポンジを入れます。これはですね、曲げた時の様子をわかりやすくするためです。模型を作った後に気がついたんですけども、これを曲げながら静電容量を測るって結構難しいんですね。なのでこれをですね、曲げた時に電極間の距離が近づいて静電容量が増えるというのを再現するためのジグを作りました。透明のアクリル板を置いてそこに重りを置きます。これは曲げるところ以外の電極間の距離を一定に保つためのものです。真ん中に隙間が空いていますが、ここに木の板を入れます。上から木の板だけを押し付けると、こんな感じで電極間の距離が短くなります。つまりここの部分が折れ曲がって電極間の距離が短くなってますよというのを再現するためのデモンストレーションです。実際に静電容量を測ってみます。木の板を押し当てて圧縮していくと、このように静電容量は増えました。そして力を抜いて元に戻すと静電容量は元の状態に戻っています。この上から押し付けるというのはどういうことかというと、フレキシブルセンサーを曲げて電極間の距離が近づいた状態を再現しています。実際静電容量を測定するとこんな感じです。この部分を曲げると、はい、静電容量が増えました。わかりますかね？こんな感じで結構ですね、反応早いと思いますね。なかなかいいんじゃないですかね。思いっきりですね、ギュッて曲げても実は元に戻るんですね。なので金属の時に考えていた組成変形なんてものはありませんし、こちらの抵抗方式ですとプリント基板使っているんですけど、これ思いっきり折り曲げると壊れちゃうんですね。そういったことも気にしなくて良さそうです。先ほど動作原理を説明した時には、曲げると電極間の距離が近づいて静電容量が増えるモードしか紹介していなかったんですけども、実はですね、反対の方向に曲げるとこのように静電容量が下がるモードというのもあります。もう一回いきますよ。静電容量が増えるで通常。そして反対側に曲げると静電容量が減る。そういった使い方もできます。曲げることで静電容量が増える減るっていうモードを作るっていうのはですね、ここら辺は製造のノウハウの部分ですね。センサーをですね、こういう風に揺らしてみるとちゃんと振動が見えていますね。なかなかいいんじゃないですかね。このようにですね、曲げ方向に対してこのセンサーは取れるっていうのもあるんですけども、引っ張り方向ですね、こういう風に引っ張ると実はですね、電極間の距離が短くなることによって静電容量が大きくなるんですね。それをですね、検出できています。なので曲げ方向の検出だけではなくて引っ張り方向の検出もできてしまうんです。曲げだけじゃなくて引っ張り方向もできるっていうのはなかなか面白いですよね。だからこのセンサーを曲げセンサーと呼ばないでフレキシブルセンサーと呼んでいるということかと思います。こちらの日東のフレキシブルセンサーについてもう少し詳しく見ていきます。このセンサー自体ですね、かなり簡単に使えるようになっています。日東のウェブページにウェブアプリなんかも用意されています。これは Bluetooth で接続できてすぐ動作確認できる、そんなキットです。このあたりにですね、検出した値が出ています。左側にあるのがこれは曲げの角度です。右側のグラフ、これストレッチと書いてあるんですけど、これは伸びの距離のグラフです。こんな感じで伸びます。こちらの評価キットなんかはディジキー、マウザー、マルツエレック、チップワンストップなどから購入できます。概要欄にリンクがあるので、このセンサーに興味のある人はぜひ確認してみてください。実際に動いているところを見た方が早そうなんで、実際に動かしますかね。最初こんな感じ、まっすぐ伸ばした状態で角度は0度です。まあいいんじゃないですかね。ちなみにこちらでセンサーのキャリブレーションもできるようになっています。ここら辺でね、いろいろできます。まず最初曲げてみますか。こんな感じで、だいたい90度に曲げてみます。角度は90度プラス4度、5度ぐらいですかね。結構敏感に反応すると思います。で、180度ぐらいまで曲げてみると、こんなところですね。正確な180度じゃないんでちょっとあれなんですけども、190とかそのぐらいの値が出ています。このあたりはキャリブレーション次第ですかね。ちなみに今こちらの方向に曲げていたんですけども、反対方向に曲げてもやはりですね、同じように測定できています。先ほどから何回も説明しているんですけど、このセンサーですね、伸ばす方向も測定できるんですね。こんな感じでわかりますか？というわけで実際に伸ばしてどれくらい正確か見てみます。今初期状態でだいたい 1.8 ミリとかそのくらいですね。こちらのボードの端の部分がだいたい105ミリです。これを伸ばしていくと
10ミリ伸ばして115ミリのところで 12.5 ミリぐらいなんで、まあ大体いいですね。次、125ミリにします。そうすると測定も21ミリとなっているので、ちょうど20ミリ伸びたということがわかります。さらに伸ばして30ミリ伸ばしますか。こんな感じです。31.5 ミリとなっているので、思ったよりもですね、ちゃんと測れていますね。結構柔らかいセンサーなんで、ここら辺の精度とか少し心配だったんですけども、そのあたりは問題なさそうです。こういう風に伸ばせるっていうのはやはり面白いですね。抵抗式音センサーでですね、曲げと伸ばしが同時にできるものを探してみたんですけども、私の知る限りですと見つかりませんでした。なんか知ってるという人がいましたら、ぜひコメント欄に書いてもらえると助かります。ただ抵抗式でもね、こういう風な柔らかい素材を使えば、曲げ方向と伸び方向を同時に測定できる、そんな気はします。先ほどから出ている抵抗式と比べると、こちらの静電容量式は少し厚めですね。なので、ものすごく狭いところへ、この静電容量式のセンサーを入れるというのは少し難しいかもしれません。ちなみに二軸のセンサーもあるんですね。先ほど見てきたのはこちら一軸と伸ばし方向だったんですけども、こちらは二軸センサーとなっていて、こういった二軸方向の曲げを見ることができます。実際見てみるとこんな感じですね。こちらの上下方向に動かしてみると左のグラフが動いているというのがわかるかと思います。次は画面の上下方向ですね。こっちの方向に動かしてみると、右のグラフが動いているのがわかるかと思います。二軸の測定ができると、例えばこんな感じのですね、測定もできてしまいます。それぞれ位相が90度遅れたような波形になっていますね。これはなかなか面白いと思います。こちらの静電容量式でも温度ドリフトを測ることにしました。こんな感じのセットアップでやっています。こちらのヒーターの部分を加熱してどれくらいドリフトするかを見ていきます。今完全に平らにしていますので、角度表示はだいたい0度くらいです。この状態で電源を入れます。そうすると、はい、温度はどんどん上昇し始めましたね。温度ドリフト結構ありますね、これ。ちなみに温度は100度まで上昇させます。大体ですね、今平らにしているんですけども、角度的には50度程度になりました。で、この時点でですね、ちょっと傾向的な変化が出てきたんですけども、これですね、角度がだんだん小さくなってきていますね。こちらのホットプレートからのノイズがひどいので、ホットプレートの電源を一旦切ります。そうすると、はい、このようになりました。角度のオフセットはだいたい20度ぐらいついたようですね。こちらが先ほどの実験結果をグラフ化したものです。まずは角度の温度ドリフトを見ていきます。加熱直後から角度のズレが出始めて、ピーク時は50度近くまで角度のズレが出ました。その後角度のズレは減少し始めて、最終的には18度くらいで並行しました。伸び方向についてはまた違った傾向が出ています。プレートの加熱を開始した直後から縮む方向にずれ始めて、特にピークなどをつけることなく平行というようになっています。この後追加実験をすることで判明するのですが、センサーの片面だけを加熱すると温度の影響がもろに出ます。センサー全体を加熱すると温度による角度のオフセットは出ないで、伸び方向のオフセットだけが出るようになります。つまりどういうことかというと、角度のグラフでちょうどこのピークの部分においてプレートに触れている面と反対側の面の温度差が最大になって、それ以降はセンサー自体の熱伝導で両面の温度差が小さくなって角度のズレも小さくなるということです。その証拠にこんな感じでヒートガンで片方の面だけ炙ると角度のオフセットが出てきます。追加で実験をしてみます。これは熱湯です。この中にセンサーをですね、漬け込んでしまえば、全体的に温度は均一になりますので、角度のオフセットは出ないはずです。こちらの緑色が角度のオフセット、青色が伸び縮みですね。つけていきます。そうすると、はい。このようにですね、角度についてはほとんどオフセット出てないですね。0度付近を張り付いています。そして伸び縮みの方は温度でドリフトしました。これはセンサーの構造に由来しています。この製品のデータシートをよく見てみると、作動測定や共通モード信号というワードが出てきています。これはですね、このセンサー自体の構造で、同走の信号と作動の信号を使い分けることで、この伸び縮み方向と、そして曲げる方向をそれぞれ別で計測することができます。なので全体を均一に温めてしまうと、
その伸び縮みというのは同相の信号なわけですから、このようにですね、オフセットが乗ってしまうわけです。これは静電容量方式どうこうというよりかは、センサー自体の構造であったり、計測の方式によって変わるものかと思います。ここまで見てきた通り、片方の面だけが暖かくなるような状況にならないような使用条件を調整する必要はありますね。特に発熱している物体に貼り付けて使う場合なんかは要注意かと思います。デモ機を動かしただけだと面白くないので、このようにラズパイピコとフレキシブルセンサー、そしてサーボを一緒にしてみました。ラズパイピコとフレキシブルセンサーは i2c で接続しています。i2c の使用書なんかについては概要欄にある GitHub に全て載っています。実際に動かしてみるとこんな感じです。ちゃんと連動して動いていますね。まっすぐにした状態でこれ折り曲げるとこのようになると。で反対側に折り曲げても、このようにですねちゃんとなります。なかなかいいですね。メカニカルな発信回路ですね、これは。というわけで最後まとめに入る前にプレゼントキャンペーンのお知らせです。動画を見ていただいた視聴者様限定で今日使った日東の1軸2軸フレキシブルセンサー評価キットを5名様にプレゼントするキャンペーンを行っています。応募については日東の公式 X に詳細がありますので、概要欄コメント欄からぜひ確認お願いします。こちらのセンサー使ってみたいって方非常に多いかと思いますので、ぜひ手に入れてください。というわけで今日は曲げセンサー、その中でも特に抵抗式と静電容量式について見てきました。特徴をまとめるとこんな感じです。精度については抵抗式と静電容量式どちらも優秀かと思います。ただどちらも柔らかいものに取り付けて曲がっている状況というのを検知するもので、それよりもさらに高い精度で計測しようとすると計測の原理自体を変えてエンコーダーとかを使うようになるかと思います。線形性については事前に曲げ角度とその出力のテーブルをしっかりと作っておけば抵抗式も静電容量式どちらも問題なく使えますね。あとはセンサー自体の作り方にもよると思いますので、これは未評価にしたいと思います。ただ出力の変化があまりにも非線形ですとキャリブレーションが難しくなるのでセンサーとしては使いにくくなりますね。基本的に線形性の高いものの方が良いです。曲げの耐久性についてはどちらも使用内の角度であれば問題ないと思います。抵抗式の場合は折れるように使ってしまうと中に入っている部材が壊れてしまうので、そのあたりは注意は必要ですね。今回使った日東の静電容量式のセンサーは構造的に曲げへの耐性はかなり強くなっています。伸びについてはこれまで見てきた通り日東のものは伸びの計測もできます。今回使った抵抗式は伸びの計測はできないものでした。探せば多分伸びの計測ができるものも見つかるかとは思います。簡単にまとめるとこんな感じですね。曲げセンサー自体はいろいろな種類がありますので、その中の一つの候補として日東のフレキシブルセンサーもぜひ候補に入れてみてください。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。